はいどうも、ホルモン島田チャンネルのぶっちゃ島田です。皆さん、通販していますか？通販の開ける時のワクワク感っていくつになってもありますよね。ってことで今回は通販レビューしていきます。それでは早速やっていきましょう。突然、いぶし銀銀丸から最近焼肉行けてないので買ってきましたと渡されました。何やら焼肉を通販したようです。せっかくなのでレビューしていきましょう。今回通販したのは金丹のおうち焼肉セットです。この金丹とは都心を中心に焼肉、しゃぶしゃぶ、ステーキ、肉割烹と様々なお肉を楽しめるお店を構えています。お店自体も20店舗あるそうです。とりあえず中身を開けていきます。まずは韓国海苔です。次は白菜刻みキムチです。冷麺の麺に冷麺のスープです。この辺のサイドメニューが入っているのはありがたいですね。次に化粧水かなと思ったら焼肉のタレです。これが洗面所にあったら疑いもなく使ってしまいそうなくらいおしゃれです。そしてお肉です。牛タンと豚バラ、これはサガリですね。そして最後は牛ももブロックです。全部で9種類入っていました。お店の説明ではお肉の総量が 560g と記載があります。合計で5980円でした。だいたい2人前から3人前くらいですかね。もっとボリュームやお肉の種類が変わったセットもありますが、これはお試しセットで価格も一番安かったそうです。盛り付けを行っていきます。お皿に韓国海苔やキムチを盛り付けます。お肉も大皿に並べて軽く塩コショウで味をつけたら完成です。それでは早速食べていきましょう。いただきます。今日はスズネを飲んでみます。宮城県の株式会社一ノ蔵が出している発泡清酒です。このスズネの由来はグラスに注ぐ時のチリチリという炭酸の音が可愛らしく、気品のある鈴の音をイメージさせることからこのネーミングがついたそうです。よくスーパーでも見かけることがあるので飲んだことある人も多いと思います。滑らかな炭酸とフルーツの甘酸っぱさ、麹の香りがして久しぶりに飲みましたがとても美味しいです。日本酒の甘口が好きな方やちょっとした差し入れにも喜ばれそうです。それでは焼いていきます。まずはタレをセットします。サラサラ系のタレというよりは少しトロッとした濃厚系のタレですね。お次はキムチをいただきます。全然辛くはなく旨味が強いキムチですね。辛味が少ないので辛いのが苦手な方でも食べられます。韓国海苔は安定で美味しいです。韓国海苔って無限に食べられそうですよね。それでは牛タンから焼いていきます。この金タンの説明書にはフライパンやホットプレートで焼くのをおすすめしていたので、今回は七輪ではなくカセットコンロに陶磁器プレートで焼いていきます。この牛タンは30日熟成されていて柔らかく旨味があります。何もつけずに食べても程よい塩加減と噛むごとに昆布のような旨味がありとても美味しいですね。塩コショウだけで食べても噛むごとに昆布のような旨味がありとても美味しいです。お酒も進みます。この熟成タンは熟成後に冷凍していないそうでドリップの量も少なかったのでジューシーさも保たれています。次はサガリです。サガリとは横隔膜の部分で見た目は赤身肉に近いです。アウトサイドスカート部分をハラミで出すお店も多いですが、お店によってはハラミとしてサガリが出てくることもあります。ちなみに北海道では他の地域に比べてサガリが人気です。これはタレをつけていただきます。ピリ辛なタレがあっさりして肉々しいサガリによく合います。お肉の味ももちろん大事ですがタレも大事ですよね。キムチは辛くありませんがタレはちょいピリ辛です。大きめのカットで満足感もあります。次は豚バラです。この豚バラは岩手県産の岩中豚という銘柄豚です。臭みがなく豚の旨味、そして脂も甘くくどくないです。サンチュとかで巻いてサムギョプサルにしても美味しそうです。肉だけでいこうと思いましたが我慢できずにライスも用意しちゃいました。肉食ってライス食ってキムチ食って海苔食って肉に戻る焼肉環状線。次はライス止まります。これはもう無限ループの完成です。最後は黒毛和牛の内ももです。説明書通り強火で表面を少し焼いた後アルミホイルでお肉を包んで10分置きます。これを包丁でカットしていただきます。あでやかないい色になりました。肉の旨味があり柔らかくしっとりとしていて贅沢な気持ちにさせてくれます。火を入れすぎると硬くなってしまうのでちょうどいい焼き加減です。忘れてました。締めです。締めはいぶし銀銀丸に作ってもらいます。青木の生冷麺に宗家の冷麺スープがセレクトされ間違いはなさそうです。ずるずるもちもちの歯ごたえ、つるつるの喉越し、
牛だしベースのスープが焼肉の後によく合います。トッピングでキムチと韓国海苔、お肉も添えれば言うことなしです。初めから酸味が効いていて、最後の締めとしてすっきりします。今回の通販はちょっと高いのかなと思いましたが、このボリュームのお肉と種類が入っていて、この値段なら安いと感じました。冷蔵なので賞味期限が気にならなければギフトとしても喜ばれそうな商品です。今日も美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、本日の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございます。金丹いかがでしたか？他におすすめの通販あったらコメントお待ちしてます。自分たちは群馬県前橋市と高崎市でホルモン島田というホルモン屋をやっています。群馬には美味しいお肉を食べられるお店がたくさんあるので、もし群馬に来た際はいろいろ探してみてください。この動画がいいなと思いましたらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。